chicken. Fried chicken. Yeah. Chicken tenders. Yeah. Yes. Chicken tenders with fries. サンドイッチあんまり、それと美味しいのはやっぱりエビのサンドイッチ。いや。伊勢エビのサンドイッチ。The other one that he really liked was what do you call it? Lobster. Yes. No, in the bun. What do you call it? Lobster roll. Lobster roll. Yeah. なるほどね。贅沢ですね。なんていうか日本で伊勢エビはものすごい高いし、こんな贅沢な食べ物は初めてです。In case somebody comes, if we see somebody, we'll just give them a wave off Okay. or whatever, cut them off. Just stand in the door with a rifle. Close to the sea. I guess we can. Okay. So we're rolling on both cameras? Yeah. Okay. Okay. じゃあ始めますよ。はい、OK。So first question is what I'm going to ask is where he's from. 育ちは日本のどこですか？千葉シティ。Okay. 東京の隣です。東京の隣。で、そこは何歳までですか？18までですね。18まで。And if you get him to phrase it as like, I am from. 彼が今言ったのは、僕が質問するとき、市原さんが答えるときは、僕の生まれ育ちは千葉県です。だから、もっとお話を教えてるみたいな。僕が喋ってるのは？そう。だから、もう一度質問しますね。市原さんの生まれ育ちはどこらですか？千葉県千葉市で生まれて、町の中で生まれて、ハイスクール卒業するまではそこにいました。なるほど。ありがとう。So, what was your upbringing like, and what made you quit university to become a carpenter instead? で、市原さんの育った場所、そしてその後大学へ行ったんでしょ？それで一度家に戻って家出したり、ちょっと働いたりして家に戻って、大学には行ったんだけど、授業にはほとんど 100% 出ませんでした。アルバイトしてお酒ばっかり飲んでました。で、育った家の育ちはどういう状態でした？親父は学校の先生で、東京の学校の小学校の先生で、僕たちは兄弟は8人で、姉が2人で、あと男6人。それで僕はその一番上で育ちました。家の育ちは厳しかったですか？もう全く敗戦後の貧しさの中で、どの家もほとんど同じだけども、お金もなくて食べるものもなくて、戦争というものの死んだり戦ったりするよりも、戦争始まって以来十数年、僕の育った生まれたのが1941年ですから、戦争が始まった年ですから、もう食べるものが3度のご飯が2度になり、2度が1度になり、それはどの家も一緒でした。全く食べ物がありませんでした。だから僕は今でも戦争は残虐な殺し屋やなんかよりももっともっと何十倍の人たちが苦しんだという、それを飢えというハングリー、それが僕の心の中にいつまでも今でも残っています。で、学校終わらせて、I'm asking a little further into about school. If you could say when that was. Too. Oh, he already answered. Yeah. So I'm asking him about school and what he studied, what led him to leave and become a carpenter. Yeah.
では18歳学校を卒業して、家から出て大学へ行って、でそしてその大学について大学のその生活と、そして大学を辞めてなぜ大工を目指したか。まあで何歳ぐらいの頃女性ができて子供が生まれて、それでアルバイトには高いとこ飛び職ですね、高いとこが大好きで、アルバイトしてお酒飲んでて、でまあ女性ができてワイフができて子供生まれて大工を手伝うようになって、近所の、工務店のその時に僕の友人というか先輩が「もう大工やってんなら宮大工っていうのが奈良におるぞ」と「西岡常和っていうのがおるぞ」と言って「今度仕事やっててつまんないから、弟子入りに行きました。で大学の方はそうやってなんか暴れてたとか、なんかそういう話もあったでしょ。それはね僕たちの時代は全教というて、パリの5月革命と一緒で、ドイツの5月革命と学生運動が一番盛りの時でした。だからヘルメットをかぶって、こう2インチ角を振りかざして、機動隊とぶつかってました。イデオロギーの、問題もあります。何歳ぐらいの頃ですか？23、4、5、それからベトナム戦争がありました。その戦争反対のためのストライキ、とかデモ隊、それからベトナム戦争の負傷兵の病院が僕の住んでた北区の赤羽っていうところにあって、そこには死体処理場とか、ベトナム戦争のアメリカ兵の死体処理場とか、病人の看護とか施設がありました。もう一つ今の成田空港もその時に、一回こういう広い農地のところに国の力で、飛行場を作ると、羽田が狭いから。でそれはその農民たちと一緒になって反対運動に行きました。それはその日本という国はその政府とか軍隊の力で戦争をしたから、僕たちの庶民の貧しい人たちが目に目にが土地をほとんどタダみたいに取り上げられて、そしてなんていうか、よその国でアメリカとベトナムで戦争をやってるのに、日本がなぜそんなに軍事基地がアメリカの軍事基地があり、病院があり、それは東京の近辺には2つの大きな飛行場があります。今の沖縄と一緒です。沖縄は、国の 1% にも満たない土地に全部米軍の基地の70% が沖縄にあります。そしてかつてはそういう東京はそのマッカーサーのが占領軍で司令官として来た時から、東京はもう何ていうかな、日本の政治の力よりもアメリカの軍の支配下にあったと。それは例えば植民地とか占領軍とか言います。そういうことに対しては僕はレジスタンスしました。それがやっぱり僕たち学生はね、そういう義務があると思ってました。なるほど。では次は西岡常和について。Okay. So, what was your role with Nishioka Tsunukazu and working at Yakushiji in Nara? What were some of the most moving moments with him? And what I'm adding to this question, what was your growth as a carpenter in relationship to Tsunukazu? ではその西岡常和に行って弟子入りをしたんですね。いや最初はねダメだよと。西岡さんだって西岡常和は法隆寺の戦後の工事が終わって、国宝の工事が終わって、もう20年間失業してました。だから第一に食えない、仕事がない、給料は安い。だからそれからもう一つ、俺は5歳の時からやってたと。
お前25過ぎてそんなのできるわけがないと。あと、ラスト、俺は5歳からやってたよと。そんなの25過ぎて30近い男が大工なんかなれるかと。僕は返事しました。だってフォーエグザンプル、例えばその時挙げたのはある40の、売れない小説家が結局売れないで陶芸家になりました。そして20年後には人間国宝になりました。そうすると志したものは60になって習い始めても80になって習い始めてもイコールだと思う、仕事を。それが2回目に話まあ一緒か分からない、思いちょっと不確かだけども、そして食えないってことは僕の自分の自由に仕事ができる。お金もらうと義務を果たさなきゃいけない。しかしその義務が施主がこうやってくれとかああやってくれって無理な注文をする。それはノーと言えるの。そこが自由の意味です。だからお金はそんなもらわなくても、だからでその時に常和はそれなら弟子 OK と。だけど最初は常和さんのところじゃなかったでしょ。いや法隆寺で尋ねました。だけど常和はいやあっちに仕事あるからそっちで。いやそんなもん、常和が、西岡常和という男は日本が戦争は終わってから初めて国宝という法隆寺をもう一度再修理しなきゃいけない、金堂の解体修理をしなきゃいけないと、その時の東洋です。でこの人はもう戦前からも名前が有名でジャーナリズムは皆さん知ってました。でその知ってるその写真家の一人と僕は知り合いになって紹介されたんです。紹介状はもらえませんよ。で西岡さんに訪ねた後は薬師寺じゃなかったですか。それで、常さん、僕は常さんって言います。もう薬師寺の時からみんなは西岡棟梁とか西岡さん言ったけど、僕はもう最初から常さんって呼んでました。それはで、西岡さんには仕事がないですから、東京に社寺の古い解体修理を専門とする工務店がありました。そこへで修行してこいと。で今年取ってから気が付いたんだけども、そこからその東京の安田工務店のところで社寺の文化財の解体修理やなんかをたくさんやって専門で、その時に出会ったのが兄弟子ですけど、常さんは安田工務店に善次郎には古い社寺を教えてやってくれっていう伝言があったと思う。So he's been explaining how he was then brought to this other company because there was not enough work with Nishioka Tsunekazu. And so I'm going to ask him more about the person who's called the Anideshi, who's like, you could call him the sous chef in a restaurant. So what his relationship was with that person. ではちょっともう少し兄弟子について詳しく教えてくれますかな。その兄弟子と一緒の暮らしと、その市原さんと兄弟子のいい思い出とか、そのどういう出会いとか、その友達関係だったか、やっぱり上の人だったから偉いさんだったのですかとか、そういうこと。僕だから自由があったから、会社の偉いさんとか監督とか社長っていう人はその、僕の兄弟子猪島喜一っていう人にも伝言があって、一切仕事は4年間の修行の約束で、
それは飯炊きご飯炊きです。そして6畳一間に3人か4人布団並べて寝てました。そのご飯炊きです。それ以外はよほどのことのないきり、仕事でお前これやれ、善次郎これやれっていう仕事はしなくてよかったんです。ご飯が例えば朝7時にご飯なら朝6時に起きてご飯が7時に食べられるようにし、仕事が12時で昼休みが入ると12時にご飯食べられるようにし、仕事が5時に終われば5時にきっちりとご飯を食べる。その仕事が僕の仕事でした。でそこでそしてその時に兄弟子はだから、市原給料もらってないんだからお前飯炊きだけやってくれれば OK。その間に何を教わったかと、草刈り、僕町だから草刈り一つ知らないだから、前に飛び職みたいなことやってたから高いことが足はもう何もできると兄弟子はこの僕は普通、失礼な言い方だけども普通の人はみんな飯炊きをやんなきゃいけない、掃除当番しなきゃいけないっていうのに僕は一番楽しい思い出です。今でもその兄弟子っていう人はの師匠宮大工、これは名古屋の糸平の赤番店で戦後の明治神宮が戦争で焼けて解体修理の棟梁でした。それは中島幸次郎って言ってこれも有名な人だけども、日本中で西岡常和は宮大工の棟梁で通った、法隆寺の棟梁で、中島幸次郎は東京近辺やなんかでの宮大工を集めた人の棟梁で、幸いにもその戦後を通じてその2人の棟梁に出会って、だからたくさんの宮大工の工務店やら大工と出会いました。I'm just going to ask him where was that work that he did? でその兄弟子と一緒に仕事をやってたその現場っていうのは、そしてその修行はどこでやってたんですか？いやもう現場で一緒に寝泊まりして、だけどその現場は八王子っていうかそのところですか？だから八王子っていう東京の都下の八王子というところの新築のお寺でした。それは中島幸次郎の設計による、つまり古い解体修理やった文化財の解体修理やってた安田工務店が初めて新築を手がけた、そうですね、6軒だから、12メーター角のお寺でした。材料は台湾ヒノキ。OK、 じゃあ次、So what other temples do you work on or buildings, and which is your favorite? But I'm going to change that question a little bit and add what happened once he was done working with that company, and what happened next. で、兄弟子とかそこで4年間勤めてた、はい、でその4年間の最後はどうなされましたか？その中島幸次郎って安田工務店の2班あって、その片方の棟梁だけども交通事故で半身不随になって、で、もう4年経ったと。善次郎4年間500円のまま日当で一向に会社に交渉しても上げてくれないからお前先辞めろと。でその兄弟子が2人いたんだけど2人相談して、あるいは中島幸次郎のところに病院行って見回って善次郎先に辞めさせろと。それでお前たちが次につまり組が解散になったわけです、僕たちの班が。その時に僕が一番先に、だからもう事情で話されて、そうやって中島幸次郎も怪我でもう安田工務店に復帰できない、俺たちももうその一番の猪島喜一って人は僕の西岡さんや僕の親父と同じ明治の40年か44年生まれでした。もうちょっと前か、そんなぐらい、あるいは40年ぐらいでした。だからで3月末で
ちょうど4年間ですね。で辞めてで働かないと食べられないから東京でちょっと近所の工務店にまた、戻って2ヶ月ほどやったんだけど、なんて言いますかね、僕は暇があるとカンナ掘ったり飲みの絵入れたりのこを研いでると働いてる大工がやめてくれと、ずるい言い方しますよね。そんなことしたら施主の手前、都合が悪いと。自分たちはカンナ掘ったことないんですよ。目立てもできない。僕は休み時間はそうやって刃物のシャープニングやカンナを掘ったりそういう仕事をしてました。そしたらそれはやめてくれって言われて、これはもうダメだと、ほんならまあ縛ってこんなもんかと。でそれで6月の初めに常さんのとこへ行って、相談しようと。それは常和さんからは年に盆と正月には必ずハガキを来ました。元気にやってるかと。それで、電話親方同士ですかね、石岡さんとその文化財の技師は法隆寺の関係で結びついてるから。で、連絡をし合ってました。し合ってたと思います。だから辞めるっていう時にはもうすぐ OK で、それで常さんが薬師寺で飯が食えるようになり始めた。で行った6月のね1日か2日に訪ねました。そしたら今日お前に手紙書くとこだったと、来てくれと、つまり偶然の一致だね、そういうことです。で帰って常和さんのところへ行って仕事をもらったんですね。もらったんじゃなくて、常さんはやっと社寺で食える給料をもらえるようになったんです。わかりますか？わかります。もっと全城来てくれと、もうこの大工30人から雇っててどうにもならんと。で手紙書くところだったらいいところに来たと、すぐ来てくれと、そういうことになりました。ですぐ来てくれて、それはどこですか？僕はまだ東京にいました、北区っていうところに。で西岡さんはどこでした？西岡さんは法隆寺から通ってました。薬師寺までは40分ぐらいだから。で次そう最初また英語で。Once you were back with Nishioka, what was your role and what kind of work were you doing and where? で西岡さんとまた仕事を始めた時、それはどの神社？薬師寺の薬師寺、戦後のっていうかもう奈良時代、平安時代に、奈良のあれで、仮の江戸時代に仮の金堂があって、それを後に金堂を法隆寺の時代に戻して、薬師寺の時代に戻して建てようという案があって、それで常和さんはその棟梁として、つまり就職したわけですよ。